今回は市販のロット、釣り竿を改造してオリジナルのカスタムロットを作成していきます。3D プリンタが色々と役に立ったので、そのあたりもご紹介できればと思います。別の動画で詳しくご紹介していますが、ライトキンメ釣りの水中撮影に挑戦することにしました。ただ、ライトキンメ釣りは久しぶりだったので、ちょうど良いロットが手元にありません。木肌に使っているゴーイン、ブルでも使えないことはないですが、もう少し短くて同調子のロットの方が釣りやすいです。新しく買おうと色々検討したのですが、使い勝手と値段の面で、しっくりくるロットが見つかりません。ないならば、自分で作ればいいじゃない、ということで、他にも色々使えるような、汎用のロットを自作することにしました。とはいえ、最初から全部作ると手間と費用が大変なことになるので、市販のロットを改造してカスタムロットを作ります。それでは、作るロットを簡単に設計します。今回作るロットは、重り300号くらいまでのライト深場釣りと、マグロの泳がせ釣りでの餌のサバ釣りに使いたいと考えています。また、よく行く釣りで、気分転換に普段のロットの代わりに使える、予備ロットとしても使いたいと考えています。具体的には、ブリの落とし込み釣り、木肌のコマセ釣り、ゼニスの泳がせ釣りです。これらの用途全部に使うとなると、柔らかくてとにかく丈夫な、グラスソリッド素材のロットが良さそうです。グラスソリッドのロットは高いものが多いのですが、近所の釣り具のポイントで、ちょうど良いロットをセールで安売りしてました。実売9000円。価格もスペックもカスタムするベースのロットとしてとても良いです。早速購入。このロットを今回の用途に合わせてカスタムしていきます。まず、深場釣りに使うにはバットが長すぎるので短くします。手持ち用と考えてもちょっと長いですね。また、リールからバットガイドまでの距離が遠すぎるのでガイドを追加することにします。次に、ジョイント具です。しっかりはまるのは良いのですが、硬くてなかなか抜けません。せっかくなので、ナットで固定するフェルール式に改造することにします。方針としては、ブランクス部には新たにガイドを追加し、バット部は全て新しく作ってしまう感じになりそうです。それでは、実際に作っていきましょう。まずは、ガイドの追加から。マスキングテープで位置合わせをし、瞬間接着剤でガイドを仮固定します。今使ったのは、瞬間接着剤のプライマーです。瞬間接着剤の効果を早めてくれて、とても便利です。続いて、ガイドの固定のためにスレッド、糸を巻いていきます。瞬間接着剤でスレッドの端を固定すると楽に巻けます。慣れない素人ですが、ゆっくり丁寧に巻けば、結構綺麗に仕上げることができます。スレッドを巻き終えたら、仕上げにエポキシ樹脂でコーティングします。ロットを回転させるフィニッシングモーターは、実売7000円と少しお高いですが、あると何かと便利です。コーティング用のエポキシ樹脂は、釣り具屋で売ってます。そして、皆さん、そろそろお気づきと思いますが、ガイドの向き反対ですね。これ。キャスティング用のロットだと、バットガイドは反対につけたりしますが、このロット、船竿なんですよね。エポキシも塗ってしまったので、もう完全に手遅れです。とはいえ、実害はないですし、まあ、これも、アジ、だよね。気を取り直して、今度はバットを作ります。まずは、パーツ集めから。パーツの種類が多いので、ロットビルディング専門店か、ネット通販で買うと便利です。困ったのは、このサポートパイプ、ロットキーパーをずれなくするためのパーツで、深場用ロットによく使われます。もう生産してないらしく、ネット上の在庫はなく、近くの釣り具屋を探し回ってようやく入手しました。ですが、ロットと色が合わないことが気に入らず、また、欲を言えば、もっと短くて軽い方が良いです。
いろいろ考えたら 3D プリンタで作れそうだったので、自分でサポートパイプを作ってみることにしました。まず、CAD で 3D データを作ります。作ったデータを 3D プリンタで出力します。3D プリンタなら、いろいろなサイズも簡単に作って試せますね。海釣りに使うものなので、耐水性や耐久性を考慮し、素材は ABS で作っています。パイプの太さ違いを埋めるスペーサなんかも、よく考えたら、3D プリントで作れば簡単ですね。グリップの内径を調整するためのリーマーも作りました。ちょうど良い太さのリーマーがなかなかないんですよね。こんな感じにサンドペーパーを巻いて使います。電動ドリルに取り付ければ、このようにグリップの内径調整も簡単です。自作したパーツを含め、バットに取り付けるパーツはこんな感じです。予算を全部含めて2万円としてたのですが、予算が余ったので、飾り付けのリングをいろいろ購入しました。パーツのカラーは、ベースのロッドのブランド、電右衛門丸のテーマカラーである赤色にしてみました。とりあえず、仮組みしてみます。良い感じですね。赤色のメタルパーツが良いアクセントになっています。エポキシ接着剤で接着し、組み上げます。接着剤がはみ出ると見た目が良くないので、アルコールで掃除しながら進めます。接着剤が固まるのを待ちながら、一歩ずつ作業を進めます。接着剤が全部固まったら、仕上げに接合部にクリアコートを塗れば、バット側は完成です。続いてブランクス側。ブランクス側にグリップを追加する関係で、少しブランクスの長さを延長する必要があります。カーボンパイプを必要な長さにカットし、ブランクスに接続して延長します。延長したブランクスにグリップを取り付け、接着します。釣りしている時にグリップが取れると大変なので、接着は丁寧に。最後に、フェルールを取り付けて接着すれば完成です。完成したロッドはこんな感じです。3D プリンタで作成したサポートパイプが良い感じで機能しています。早速ライト金目釣りで試してみます。良い感じですね。今回、久しぶりにカスタムロッドを作りましたが、3D プリンタが大変役に立ちました。ロッドビルディングをされる方は、導入を検討されてはいかがでしょうか。それでは、ロッドも完成したので、深海撮影のリベンジに行ってきますね。また、次回の動画でお会いしましょう。